こんにちは。今日はこのネイルチップを使って花びらを作っていきます。このネイルチップはダイソーで買ったものです。多分どんな種類でも使えるとは思うんですけど、厚みのあるものはちょっと難しいかもしれないです。あんまりネイルチップに詳しくないのでわからないんですが、大体の種類は使えると思います。それでは早速やっていきましょう。台座として木の板を用意しました。熱に溶けないものとかだったら何でもいいです。別に机の上でもいいんですけど、ちょっとこういう台があるとやりやすいです。あとエンボスヒーターは必ず必要です。まずネイルチップを裏表とあとバリの部分と全て削っておきます。花びらの形にした後でもいいんですけど、私はこの形の方がなんかやりやすかったので最初に削っておきます。両面削り終わったら無水エタノールとかネイルクリーナーとかできれいに拭き取っておいてください。はい、きれいに拭き取ったら台を用意して、やっとここでネイルチップを押さえます。あと何でもいいんですけど、なんかキリのようなものを用意しておきます。はい、押さえた状態でエンボスヒーターを使ってネイルチップに熱を加えます。そして柔らかくなったところでキリを使って押さえていきます。で、納得のいく形になったらいいんですけど、ちょっと違うなと思ったらもう一度エンボスヒーターで温めてチップを柔らかくします。で、また広げていきます。結構自由自在に形を作れるので、しっかりと納得のいく形を作ってみてください。それではこれに色をつけていきます。ネイルチップ台に花びらをセットして、今日使った色は、ダイソーのカラージェルブラウンレッドを使います。花びらの広い方は色付けをせず、先端になるべく濃い色を置いていきます。反対側からはクリアジェルをのせていきます。こうすることで色の境目をなくしていきます。あと何回か練習で作った時にネイルチップとレジンがちょっと剥がれたりすることがあったんですね。で、ちょっとそれを防ぐためにもクリアジェルをのせておきます。ちょっとジェルの扱いに私が慣れてなくてちょっと必死なんですけど、普段ねネイルチップとか作ってる方なら上手にできるんじゃないかなと思います。じゃあある程度境目が馴染んだら硬化していきます。はい、硬化し終わったらさらに色を中心の方にのせていきます。外側はなるべくのせないようにしていきましょう。はい、また少しだけクリアでなじませていきます。はい、綺麗にピンク色になったら硬化します。はい、それでは硬化し終わったらレジンでコーティングをします。トップジェルでもいいんですけど、多分レジンの方が強度はあると思います。はい、コーティングしたら硬化します。はい、綺麗なピンク色になりました。で、どっちを表にするかにもよるんですけど、今日は反対側に裏返して筋を入れていきます。で、この筋に使ったのが、ダイソーのカラージェル、アッシュブラウンです。ちょっと濃いめの茶色くらいの色なら何でも大丈夫です。で、細い筆に、軽く取って薄い線を入れていきます。本当にこれちゃんとついてるかなくらいで大丈夫です。
できたら硬化します。はい、このままレジン液をのせてコーティングします。剥がれるのが心配な場合は一度クリアジェルをのせてからコーティングする方がいいかもしれないです。じゃあこれで最終硬化をします。はい、できました。すごくね、可愛くって立体的な花びらになります。レジンで作るともっとなんか平べったくなったりするので、すごくね、この花びら可愛いです。でこれに穴を開けて丸カンを通してピアスとかイヤリングにするのもおすすめですし、もうこのまま何枚も作ってお花を作るのもいいと思います。はい、こんな感じで何種類か作ってみました。草や色を変えるだけで本当にいろんな種類のお花が作れると思うので、ぜひ皆さんやってみてください。ネイルチップって普段使わないサイズとかどんどん余ってくると思うので、これでアクセサリーを作ったり小物を作ったり楽しんでみてください。ご視聴ありがとうございました。